どうもこんにちは、大峰です。今回は普段から趣味で Photoshop を使って写真の加工をしたり、イラストを描いたりしている方におすすめのセッティングをご紹介していきます。ここで言うおすすめのセッティングというのは、作業中に Photoshop のパフォーマンスが悪くなって作業に集中できないとか、もっと快適な環境を作って制作作業に没頭したいなんていう方に向けて、ハードウェア面、ソフトウェア面の両方でおすすめの環境もしくは設定を話していきたいと思います。なお、前提として発売から3、4年ほど経過したノート型 PC に向けたセッティングを中心に紹介しているので、最新型の高性能な PC を使われているという方にはそれほど劇的な向上はないかもしれないことをお断りしておきます。それじゃあ始めていきましょう。まずはハードウェア側の説明をしていきます。一昔前のノート PC といっても Mac にはメモリの増設すらできないものがあって、僕が使用している MacBook Air は最もメモリを積んだ状態でもたった 4GB という制作作業には向かないマシンで、大きなデータを扱うと時々挙動が不安定になるなんていうことがあります。こういったストレスをハードウェア側で整えてやって改善できるとすれば、真っ先に試していただきたいのは外付けストレージの活用です。これは Photoshop に限った話ではなくて、ほとんどの業務アプリケーションではマシン単体で運用するのではなく、外付けストレージのほか様々な機材を接続することによって、そのパフォーマンスを上げることができる仕組みになっています。もちろん PC 単体でも制作作業を続けることはできるんですが、それだと PC に内蔵されているストレージに負荷が集中してしまい、最悪パフォーマンスの悪化だけでなく、ストレージの寿命を縮めてしまうということにもなりかねませんので、最低限一つの外付けストレージをつないで使われることを強くお勧めします。理想としては作業の終わったデータを保管するための外付けハードディスクと、後から説明する仮想記憶ディスク用になるべく高速なハードディスクか SSD、可能であれば作業中のデータのみを保存する高速なストレージを追加で1つ、合計3台用意できれば完璧です。ちなみに僕の環境は Mac Pro 2013の12コアモデルを使用していますが、やっぱり単体では運用させず、レイドで構成した高速なハードディスクで、仮想記憶ディスクと作業中データの保存を兼任させ、作業が終わったデータを保存するための低速なハードディスク、この2つを利用しています。次にアプリ側での設定を説明していきます。まずは環境設定画面を表示させます。最近の Photoshop では動作を高速化させるために GPU を使ったアクセラレーションに対応しているんですが、この GPU 機能をフルに使う場合、キャッシュレベルが低いとパフォーマンス上問題が出る場合があるので、環境設定からデフォルトの4か、それより少し高く設定するといいかもしれません。キャッシュレベルを低くすれば Web 用の小さな画像を作る際などのパフォーマンスが向上しますが、そういった軽い作業だと今時の PC では差は体感できないので、よほどのことがない限りデフォルト、もしくはそれより若干高めといった具合でいいと思います。次にグラフィックプロセッサーの設定では GPU を使った処理に関する設定をしていきますが、ここ数年の PC に搭載されている GPU であれば OpenCL を使用を除いて残りのチェックボックスにチェックが入っていると思います。ここで注意するところは描画モードにある基本、標準、詳細という設定項目で、基本が最も動作が軽く、詳細が最も重いとなりますが、よほど性能の低い GPU を使用していない限り、標準もしくは詳細で大丈夫です。もし画面の拡大縮小や回転など普段の動作でぎこちない動きが目立つような場合には、基本に設定されるといいです。次にメモリの使用状況を設定していきます。ここは搭載しているメモリの何%までを使用するかを決める項目ですが、あまり高めに設定してもパフォーマンスが逆に下がったりする場合があるので、Photoshop だけでずっと作業するという方なら 70% ほどに、Photoshop だけでなく他のアプリも使いながら作業するという方なら少し低めの50から 60% ほどに設定してみるといいかもしれません。次にキャッシュタイルサイズを設定していきます。大きなサイズの画像やイラストを編集する際は、そのサイズを大きくした方がよりパフォーマンスを引き出すことができます。ただ、メモリの消費が激しくなるので、それほど多くのメモリを積んでいない PC、例えば 2GB や 4GB ぐらいの PC です。そんな PC で作業する際にはご注意ください。試しにキャッシュタイルサイズを 1024K にしたものと 128K に設定したもので比べてみましたが、テスト用画像を読み込んだ時点でのメモリ消費量やブラシでのペイントパフォーマンスに差が出ているのがわかります。ここでは 1024K にしたものの方がよりメモリを消費し、ペイントパフォーマンスが良いという結果になっています。今回紹介していないヒストリー数ですが、それほどパフォーマンスには影響はしませんので、ご自分の環境で支障の出ない程度に下げておけば問題ありません。次に仮想記憶ディスクを設定します。この仮想記憶ディスクは作業中、PC のメモリが不足してくるとアプリ側が PC のストレージをメモリの代わりとして使用するというもので、メモリの少ない PC ほど重要な項目になっています。
もしここをデフォルトの内蔵ストレージにしたまま使用してしまうと、パフォーマンスの低下はもちろん、ストレージの寿命を縮めてしまうということにもなりかねないので、必ず外部ストレージに設定してください。メモリを 16GB ほど積んでいるのであれば、そこまで気にする必要はないんですけど、そうではない 4GB ほどしか積んでいない PC であれば、極力高速なストレージを指定してやると、かなりのパフォーマンスアップが見込みます。最後に、小さい部分ですが、レイヤーパネルに表示されるサムネイルを非表示にします。デフォルトでは表示されていて、オブジェクトの確認に便利ではありますが、これを消すことによってサムネイル画像の更新をシャットアウトしてパフォーマンスを高めます。ここまで話してきたことで重要なポイントは、ストレージを複数用意して内蔵ストレージに対する負荷を分散させてやることと、パフォーマンスアップを図るためにはある程度のメモリが必要で、メモリが少ないのであればそれを補うためにいかに高速な外部ストレージを用意できるかということです。Photoshop を使う上で大事な要素はまず CPU、次にメモリときて、その次に外付けストレージと GPU が来るといった具合になっています。もしデスクトップ型 PC を使われているのであれば CPU やメモリなどといったパーツの交換が可能なものもあるのでアップグレードしやすいですが、ノート型ではそうもいかないので、まずはメモリを、そして次に外付けストレージを追加していくといいと思います。以上です。昔は高価な上に情報もそれほど多くはなかった Photoshop も、今では月額2000円ほどで利用できるようになったこともあり、業務で使用する方以外にもその利用者、情報ともに増えてきているとは思うんですが、簡単で表面的な機能しか使わずに満足されているユーザーも多いと思います。せっかく画像編集ソフトとして最高のツールである Photoshop を覚えられるのであれば、ぜひ本腰を入れて使いこなしてもらえればと思い、まずはストレスのたまらない制作環境の構築のために今回番組で取り上げてみました。今回紹介した設定以外でも細かい部分がまだいくつかありますが、まずはお使いの環境を確認されてみるといいかもしれません。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。やさまは YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとあーだこーだ喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト。配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。